狐が喋ってる。その書を持つ限りは、その役目を果たしに来たのであろう。すげえ、マジか。ならば早速だが、お前に申し付けたい儀が。ホログラム？思わず歩み寄り、その柔らかな毛並みを撫でた義彦の右手を、狐が慌てて振り払った。やめろ。許可もなく撫でるな。前足で引っかかれ、義彦の手の甲に赤く爪痕が残る。それを見て、義彦は密かに息を飲んだ。やはりこの毛の感触といい、引っかかれた痛さといい、これは幻覚などではないらしい。祝詞ごとの書を持っているからといって、何でも許されると思うなよ。狐はイライラと右の前足を上げて、義彦が手にした緑色のサッシを刺した。意外と気は短いらしい。これってそういう名前なんだ。祝詞ごとの書とはあまり聞いたことがない言葉だ。もっとも人の言葉を喋っている狐が目の前にいる以上、もう何も珍しくはないのかもしれないが、昨日知らないじいさんにもらったんすけど、うちのじいちゃんから預かってたからって、もしかしてデスノート的なあれだろうか。義彦が何やら不穏な事情を思う中、狐は気を取り直すように軽く喉を鳴らして口を開いた。お前がどのような方法でそれを手に入れたのかはどうでもよい。重要なのは、お前がわしの御用を聞き届けるということだ。御用を聞き届ける？意味が飲み込めずに、義彦は眉をひそめた。その表情に、狐が小首をかしげる。なんだその顔は。まさか、ここに来てお役目を放り出す気か？ちょっと待ってくださいよ。御用とかお役目とか言われても、俺には何のことかさっぱり。いきなり現れた喋る狐だけでも受け入れがたいというのに、この上さらに何だというのだ。唖然としている義彦に、狐は呆れたように短く息をついた。お前、まさか何も知らされておらんのか？その言葉にすら首をかしげそうになって義彦は、寸出のところであの老人の言葉を思い出す。あ、そういえば、後のことは狐に聞いてくれって言ってた。あの老人はこうなることを見越して告げていったのだろうか。義彦の言葉に、狐があからさまにマズルにシワを寄せた。道理でわしの名を最初に記すなど珍しいと思えば、あのクスじじい。ぼそぼそと小声でつぶやき、狐は一つ息をつくと、咳払いするように喉を鳴らす。お前が持っているそれは祝詞ごとの書、別名御用帳というのだ。義彦は手にした冊子の艶やかな表紙に目を落とした。それを手にした人間は浮き出る神明に従って社を訪ね、そこに増します神の御用を聞かねばならない。つまり神の御用聞きだ。萌え木色の双眼が語った事情に、義彦は脳みその情報処理が追いつかず、しばらくの間その場に立ち尽くした。だいたい狐がしゃべるとか、そのあたりから反則だと思っていたのだが。神の御用聞き？その言葉を繰り返して、徐々に義彦の中のいろいろな回路がつながり始める。なんで俺が？それがまず最初の疑問だった。っていうか、神様なら自分でどうにかできないんすか？なんだか意味がわからない。そもそも神様の御用聞きならば、その神様よりも神様的な力を持っていないとできないのではないだろうか。半年前まで引きこもりで再就職もせずにふらふらしている自分にそんな力があるとはとても思えないが、ちらりと見える口元の牙の隙間から狐はふーっと細く息を吐く。現代において八百万のすべての神が万能だと思うな。狐は萌え木色の目を細めながら義彦を吟味するように眺めた。昔は神祭りという行為により
人から感謝の心を奉納されることで、神の力は補われていたのだ。そして人は、その神から恩恵を受けていた。神と人は、お互いがお互いを生かしめる、そんな関係であったのだ。そうなんすか。義彦はあっけに取られるようにしてつぶやいた。神と人が持ちつ持たれつの関係であったなど聞いたこともない。そもそも人が叶わない存在であるからこそ神様だと思っていたのだが、正しい神祭りが続けられているのは日本でもごくわずか。お前が知らんでも無理はない。熱い神祭りを受けていた当時、神々は意に満ち溢れ、わざわざ御用聞きを走らせずとも事足りていた。だが今はどうだ？どうだと言われましても。困惑する義彦に、狐は嘆くように首を振る。わしもこの社で、祀ることもしない人間が気まぐれにやってきては、勝手な願い事を唱えて去っていくのを何度見送ったか。これでは神の力は弱まるばかり。いくつかの心当たりに、義彦は苦い顔をする。だが今の時代、神社に行けば願い事をするというのはセオリーではないのか。それに願い事を聞いてくれる以外の神様の役目というものがこれといって思いつかない。祝詞事の書を手にした者は力をそがれた神に代わってその御用を聞き届けるのが役目だ。狐はその萌え木色の双眼で再び義彦を捉えた。本来であれば、この御用人は代々神とゆかりの深い家の人間が務めるのだが、お前の祖父は謙虚な感謝の参拝と慈悲心が認められ、大神より特別にお役目を授かった。狐の口から語られる祖父の話に、義彦は顔を上げる。狐は当時を思い出すように、どこか穏やかな眼差しで続けた。異例の抜擢ではあったが、北から南まで神のために奔走する良い人の子であった。祖父のことを褒められて嬉しく思う反面、義彦はその言葉に妙な汗が背中を伝うのを感じた。確かに祖父は全国各地の神社を参拝することを趣味としていた。狐の言葉を信じるなら、それはただの趣味などではなく、御用聞きに走っていたということになる。だが彼も人間だ。寿命は分け隔てなく訪れる。お前の祖父が隔離用へ向かった後は、再び神々の間で議論がなされ、ふさわしい御用人が選ばれた。代々とある神に仕える古い鮭としてその名を残す一族の子だ。じゃあなんで俺のところに？そもそもおかしいと思っていたのだ。自分で言うのもなんだが、萩原義彦は決して神様に見初められるようなできた人間ではない。優秀な妹とは違い、何をやっても平均点で唯一の取り柄だった野球もできなくなってしまった。義彦にちらりと目をやって、狐が苦々しく息をつく。通常選ばれた御用人と祝詞事の書は、尾と呼ばれるものでつながるのだが、そう言って、狐が右の前足を持ち上げ、空中に何か複雑な模様を描くように動かした。そして鼻先で義彦の首のあたりを指す。これでお前にも見えるだろう。首の後ろから出ているのが尾だ。義彦が慌てて目をやると、先ほどまでは見えていなかった緑色の線がぼんやりと浮かび上がり、祝詞事の書から出たそれが、自分の首の後ろあたりにつながっているのが見える。なんだこれ。だから、尾だと言うておろう。自分の首の後ろを確認しようと、ぐるぐる回っている義彦は呆れたように眺め、狐は続ける。お前の前に選ばれた御用人は、諸事情あってその尾が切れてしまったのだ。よって急遽代わりの御用人が必要となった。切れた？義彦は、祝詞事の書から伸びた緑の尾を改めて眺めた。触ってみても感触はなく、掴もうとしても実体がない。
レーザー光線のような感じだ。それ、もう一回継ぎ直せば、切れたのなら、また結んでしまえばいいのではないだろうか。義彦の言葉に、狐がやれやれと呆れたように息を吐いた。そのような簡単なものではない。音はいわば神とご用人をつなぐもの。おいそれと触れるものではないのだ。そうなんすか、とつぶやきながら、義彦はもう一度尾に目をやる。先ほどまではっきり見えていたそれは、時間の経過とともに薄くなり、やがて見えなくなった。萌え木色の目を細めながら、狐は続ける。代わりのご用人とはいえ、誰もが務められるわけではない。全国を飛び回れるようできるだけ若く、謙虚で、慈悲心にあふれ、神を身近に思い、また、名城成熟を満たす者が全国から探された。しかしそうそう条件の揃う者はおらず、これという優秀な人材は大体重要な役職を担っている。またはそのために教育されていることが多い。御用聞きに時間を割けるほど暇ではないのだ。そこで選別にあたった行為の神々もどんどん条件を下げていったのだが、ちらりとこちらに目をやる狐に、義彦は嫌な予感を覚える。なんだかその続きを聞いて幸せになる気がしない。もしかして俺が消去法で選ばれたとか？義彦は恐る恐る尋ねる。それだけではない。お前が利増の孫であることも大いに関係している。消去法のところは否定せず、狐はさらりと答えた。元御用人の孫だってこと以外の理由は？それは、義彦の問いによどみなく喋っていた狐が急に目をそらし口ごもった。確かにお前は無気力で自分には甘く、そのくせ他人からは理解を求めたがる。いけずの頑固者で、勤めも続かず引きこもり、ろくでもない。なぜ狼が許可したのか、わしも反対したのだが。ちょっと待って。俺悪口聞きたいわけじゃねえんだけど。なぜ初対面の狐にここまで言われねばならないのか。しかもそのどれもが当たっているために何も言い返せないところが妙に悲しい。ボソボソとつぶやいていた狐が気を取り直したように義彦に向き直る。とにかく、いつまでも御用人の席を空にしておくわけにもいかず、これは御用人代理という急遽の処置なのだ。代わりが見つかれば、お前はすぐに解放されよう。それまでは、祝詞ごとの書に従ってお役目に励め。なんだかいろいろと腑に落ちない。義彦は目の前の狐をうろんな目で眺める。どうしても自分にと頼まれればまだ納得できそうなものを、ここまで言われてお役目に励めとは、素直にうなずくのも尺に触る。そもそもこれは本当の話なのだろうか。自分が夢を見ているだけというオチが待っていたりはしないのか。あんた一体何者？足元にくるりと尻尾を巻きつけて座る狐に、義彦はそもそもの疑問を投げかけた。今頃になってそれを問うか。若干呆れたように息をついて狐は告げる。わしはこの社に静まる方角を司る方位神だ。この毛色から他の神々には黄金と呼ばれている。その美しい毛並みがより一層の輝きをまとったようで、義彦は眩しさに目を細めた。神様？にわかには信じられず、義彦は問い返す。今まで何度も神社には足を運び手を合わせてきたが、いまいち神様の存在を信じてはいなかった。そんな自分が、マジで？もふもふと手触りのいい少々短気な狐の神様をこの目で見ることになるなど、祝詞ごとの書に浮き出た印は、我が神明、方位神ではなかったか？尋ねられ、義彦は戸惑いつつもうなずいた。それを見て黄金は満足そうに微笑む。ならば聞け、わしの御用を。